前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル、今年も始まりました。今回はサービスマーケティング、中でも顧客満足との関係に特化してお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回はこの3名でお届けいたします。エリカちゃん、お願いします。2020年9月に WBS 早稲田大学ビジネススクールを卒業しました。最近は筋トレを始めようと思ってます。さあ、そしてリナ。 IT 系の企業で働いています。私も最近筋トレ始めてます。そして私、エツコです。1月にもう授業が終わって、卒業式が確か3月卒業できればの話ですけど定勤も今年もよろしくね。顧客満足との関係ということなんだけどさ、広告やチラシで顧客満足度調査1位なんて言葉をよく聞くよね。多くのサービス業で CS 調査というものが行われています。 CS というのはカスタマーサティスファクションといって、顧客満足、消費者満足という意味になっております。1980年頃からその言葉が広まって、売上とか購買の金額といった数値的な情報だけではなくて、顧客が商品に満足したかという感情を重視する企業が増えて、小売業やサービス業だけではなく、企業、製造業に至るまで多くの企業が使っていて、広く今では浸透しています。でも今の社会はその SNS で簡単に情報がシェアされるので、企業としてはその口コミを拾いやすくて助かっているかなって思いますね。だからですかね、その1980年頃からあったとはいえ、今の方が感情だったり体験に関してピックアップされることが多いなというふうに感じます。ここで JCSI による調査結果を一部ですがご紹介いたします。顧客満足度上位3位の企業なんですけど、国内の長距離交通であれば1位がスカイマーク。非常に値段が安くてサービスがいいっていうコスパが顧客満足度につながっているんじゃないかなって思います。宅配便だとヤマト運輸が1位なんですけど、他社に比べると時間にすごく正確なんですね。まず遅れることがないというイメージで、時間を守るというのは日本の国民にとっての顧客の満足というのは非常に高いと思います。サービスマーケティングの基本的フレームワークはこちらとなります。 4P に関しては3回目の放送でご紹介をさせていただきました。そしてそこにさらに追加になったのがパーソナル、人、要因ですね。プロセス、業務販売プロセス、そしてフィジカルエビデンス、物的証拠、この7つの組み合わせと相乗効果で競合他社との差別化を図りつつ優位性が築けて最大効果が得られるというのが 7P というふうに言われています。サービスマーケティングではこの 7P を大事にしてこそロイヤルティの高い顧客が生まれるということなんですね。ロイヤルティの高い顧客ってどういうことなの？ロイヤルティの高い顧客というのはですね、ブランドや商品またはサービスに対して顧客が感じる信頼とか愛着のことを顧客ロイヤルティと言います。低い顧客と比べて3割増しの利益をもたらすだけではなくて、例えばサブスクリプションなど1年以内の解約率が通常顧客の5分の1というふうにも言われているそうなんですよ。このサブスクブームでそれが継続してずっとお客様が来るっていうのは企業にとっては宝と言えるものだと思います。その顧客ロイヤリティを強化するには一体どうすればいいの？最高のサービスを提供するにはやっぱり大事なのは提供する人だと思います。働く環境を改善して誇りを持てる仕事に改革していくことが大事だと思います。改革に成功した事例がテッセイという会社の事例になります。テッセイというのは JR 東日本テクノハートの略称で、東北新幹線、上越新幹線内の清掃や駅構内の清掃を担当してくれているんです。美しいその制服であったりとか衣装を身に包んで清掃員の方が7分間で掃除をするんですけれども、7分間の奇跡って言われるぐらいそれがすごいっていうことで海外のメディアで取り上げられているっていうことを授業で知りました。テッセイの事例は MBA 的には素晴らしい事例って言われています。
以前はその仕事に就きたくないっていう仕事ランキングに入っていたほど、3K の仕事って呼ばれていたんですけれども、今はその仕事をしている風景を見て子どもたちがこの仕事に就きたいっていうような仕事に変化したっていうのは、そのテッセイの企業努力であって、社会的地位がその仕事の上がったというのはすごく成功事例かなと思います。テッセイが売っているその価値っていうのは掃除をするのではなくて、掃除を通してそのサービスを売っている、誰が一番お客様と接するのかっていうと、従業員の人たち、だからこそ会社が大事にするものはお客さんだけど、お客さんの前にいる従業員の方たちのまず従業員満足度、モチベーションとかを組織を通してこう従業員の満足を上げていくっていうことをこう取り組まれたことですよね。結構なんかお客さんからのお手紙も届くみたいなことも授業の中でやったんですけど、お客さんとその従業員の方たちとのコミュニケーションも通じて顧客の満足度も意見を出すことで上がるし、お客さんからの意見を従業員が受けることで従業員の満足度も上がるっていうようなこともありますね。あとリーダーシップっていう観点はどうですか？従業員の方たちが自分が思う掃除清掃の仕方を自分たちがこう責任を持って任せられて、それを自由にやるっていう取り組みをしていたっていうのも一つの企業が行った改革のポイントの一つかなと思って、一人一人がリーダーシップっていう思いを持って皆さん掃除に取り組まれているんじゃないかなという感じがしましたね。テッセイの改革をした矢部社長のお言葉なんですけども、我々の仕事は清掃業ではなくサービス業です。あなた方は掃除のおじちゃんおばちゃんではなく、新幹線劇場のキャスト、お客様に温かな思い出をお持ち帰りいただくのが仕事ですっていうふうにおっしゃって、こうビジョンを改革していった。企業がどんなに規則であったりとか、制度を改革したとしても、それがその働いている人の気持ちにはつながらなくて、働いている人たちの気持ちにつながるものっていうのは自分たちの使命感であったりとか、やりがい、その仕事に対してのプライドが仕事の成果につながるから、そこの部分をテッセイの事例は改革をしていく、自分たちの仕事を世の中に誇りを持って発信できるという仕事のブランド力を上げたというところで、成功事例として知られていると感じました。今回もなんか相談メール来てたよね。はい、企業内カスタマーサポート業務に従事して14年、現在はコールセンターの現場責任者をしています。顧客満足のため経営側から様々な対応指示が飛びますが、中には現場スタッフの業務的精神的負担を伴うものも多々あります。現場管理の立場から、顧客満足は従業員満足に比例する、スタッフが疲弊しているとどうしてもサービスの質が落ちてしまうと訴えるのですが、なかなか理解を得られません。お客様が喜んでくれるのなら、どんなに仕事がきつくても従業員も満足だろうという前時代的な理想論は、今はもう特に若い世代には通用しません。なんとか少しでもスタッフに精神的余裕を持ってお客様対応に当たってもらいたいのですが、目標値達成とのバランスが取れず悩ましいです。皆さんはどう思われますか？カスタマーサポートセンター勤務42歳 OLM さんよりいただきました。まさに ES なくして CS なし、従業員満足なくして顧客満足なしという現場サイドからのリアルなご意見いただきました。先ほどのテッセイのような良い事例は、もしかしたらまだまだ少ないかもしれませんね。リナはどう思いますか？私の会社でも実際にそういったクライアントからネガティブな意見が寄せられると、その課題をテーマにして社員研修をしたりするんですね。そのネガティブな意見というのは根本をたどれば ES というのが関連づいてきていて、その ES を改革するための研修というのは弊社でも実際にあります。実際に自分の仕事プロジェクトが評価されることによって年収に反映するという制度もあります。でもそれがやりがいにつながるから、結果的にはその ES が高まって CS も高くなるといったものにつながるかなと私は思います。結構その社外マーケティングが大事だって言いますけど、社内マーケティングっていうワードも大事だと思うんですけど、その辺どうですか？そうですね、テッセイのケースだと注目されて海外の雑誌に載せられるっていうことがやっぱり従業員の満足にすごくつながってるのかなっていうふうに思いますね。なんか同じ空間でお客さんと従業員が一緒に価値を創造していくみたいなところがサービスマーケティングの面白いところかなと思っていて、その場でしかない無形のもので、それをお客さんと従業員が一緒に作るっていうような
がすごい面白いかなって思ってます。この方の現場責任者ということなんですけど、もしかしたら現場といえども一番その若い方たちとか、リアルな現場にいる方たちの本当の意見、リアルな意見は知らないっていうケースって結構、上下関係とかもあって言いにくい環境とかってあると思うんですよね。だから本当のそのリアルな現場を、リアルなお客様の声、従業員の声を知るっていうことはすごく大切ですよね。そうですね。今回はサービスマーケティング顧客満足についてお届けしました。次回も他校の MBA 女子が出演してくださいます。楽しみ。最後に重大発表があるよ。番組では現在クラウドファンディングに挑戦中ですが、残り17日となりました。本当に応援してくれた皆さんありがとうございます。もしも今回達成できなかった場合、番組は全20話で一旦終了となります。ただしチャンネル登録者数300人突破でシーズン2再開予定です。皆さん引き続きご支援よろしくお願いします。来週もお楽しみに。